こんにちは、カレンです。今回は道元さんの動画 Japanese is flat を使った最後のレッスンになります。もし YouTube で台本の朗読動画をご覧になった方で直接文法のレッスンに進みたい場合はここまでスキップしてください。それでは始めましょう。私は学生です。道元。学生じゃなくて学生です。日本語は基本的にフラットなんで、わかりました。流暢になりたいんだったら、流暢じゃなくて流暢です。フラットだとさっき言いましたよね。それもフラットじゃなくてフラットです。フラットですか？日本語はフラットですか？フラットです。先生。皆さん、打つって漢字見たことありますか？それでは、少し遅いスピードで読みます。私は学生です。道元。学生じゃなくて学生です。日本語は基本的にフラットなんで。わかりました。流暢になりたいんだったら。流暢じゃなくて流暢です。フラットだとさっき言いましたよね。それもフラットじゃなくてフラットです。フラットですか？日本語はフラットですか？フラットです。先生。皆さん、打つって漢字見たことありますか？さて、まずは文法ポイントについてお話しします。ポイントはこちらです。道元さんの動画では、先生が学生じゃなくて学生ですと言っています。学生じゃなくて学生です。学生じゃなくて学生です。このパターンじゃなくては間違いを直し、正しい情報、見方、気持ちを伝えるために使います。じゃなくての使い方を学ぶ前に、まず名詞を使った否定文の作り方を理解することが大切です。レッスン1では A は B ですというパターンを学びました。これを否定文に作り変えた丁寧な言い方は A は B ではありませんです。この言い方は一般的にビジネスの場やフォーマルな場で使われ、教科書の初めの方にもよく出てきます。しかし、もっと日常的によく使われている丁寧な表現は A は B じゃないですというものです。高いレベルの丁寧さが必要な時を除けば、この表現はいろいろな場面で使えます。例文を見てみましょう。レッスン2で学んだ A は B ですかを使って、皆さんが学生ですかと聞かれたとしましょう。肯定する場合は、はい、学生ですと答えるのが正解でしたね。否定する場合はどうでしょうか？フォーマルな場で丁寧に否定する場合は、いいえ、学生ではありませんと答えます。いいえ、学生ではありません。いいえ、学生ではありません。あまりフォーマルではないけど、丁寧に答えたいときには、いいえ、学生じゃないですと答えましょう。いいえ、学生じゃないです。いいえ、学生じゃないです。この例では何について話しているかが明確なので、トピック A と助詞はが省略されています。
以前お話しした通り、何について話しているかが明確な場合、トピックは省略することができます。じゃなくてのパターンの場合も同じです。否定文の作り方が分かったところで、次はじゃなくてを使い、名詞を使って正しいことをはっきり伝える方法を見ていきましょう。一般的にじゃなくてを使った A は B じゃなくて C ですのパターンの文章では、B は間違った情報で C は正しい情報です。また A はの部分が明確になっているなどの場合には、否定文と同じように省略することができます。道元さんの動画で学生じゃなくて学生ですと言っていました。A は B じゃなくて C ですのパターンを使っています。学生じゃなくてと間違ったイントネーションを先に言って、それから正しいイントネーションで学生と言い訂正しています。動画では他にもこのパターンが使われています。流暢じゃなくて流暢です。流暢じゃなくて流暢です。フラットじゃなくてフラットです。フラットじゃなくてフラットです。どの文章もはじめに間違ったイントネーションを言って、その後正しいイントネーションを言っています。A は B じゃなくて C ですは単なる否定文である A は B じゃないですよりも正確な情報をたくさん伝えることができます。例えば、学生ですか？いいえ、学生じゃないです。学生ですか？いいえ、学生じゃないです。これだと学生じゃないということだけ伝えることができますが、本当は何であるのかは伝えることができません。じゃなくてを使うと、学生ですか？いいえ、学生じゃなくて教師です。学生ですか？いいえ、学生じゃなくて教師です。このようにもっと正確な情報を伝えることができます。別の例を見てみましょう。アメリカ人ですか？アメリカ人じゃなくてイギリス人です。アメリカ人ですか？アメリカ人じゃなくてイギリス人です。トピックが明確でなかったり、相手に配慮したい言い方をしたいときには、あえてトピックを入れて言うこともあります。彼はアメリカ人じゃなくてイギリス人です。彼はアメリカ人じゃなくてイギリス人です。また、じゃないですと同じように、じゃなくてにも丁寧な形があります。ではなくてです。ではありませんと同じように、ではなくてはフォーマルな場で使われます。例えば、学生ではなくて学生です。学生ではなくて学生です。Japanese is flat では先生が生徒に正しいイントネーションを教えているので、じゃなくてとカジュアルな言い方をしていました。もしこれが生徒から先生に話していた場合は、丁寧な言い方ではなくてになっているかもしれません。名詞だけじゃなく、他の品詞でもじゃなくてを使って
誤解を解くことができます。使い方にはいくつかルールがありますが、今日はそれについては詳しく説明しません。今は名詞と一緒にじゃなくてを使う練習をして、このレッスンの内容をしっかり身につけましょう。それでは名詞プラスじゃなくての練習をしてみましょう。2つの文章で間違った情報と正しい情報を言うので、じゃなくてを使って1つの文章にしてみてください。もし誰かにカナダ人ですかと聞かれたとき、こう答えることができます。カナダ人じゃないです。オーストラリア人です。カナダ人じゃないです。オーストラリア人です。この2つの文をじゃなくてを使って組み合わせてみましょう。はい。カナダ人じゃなくてオーストラリア人です。カナダ人じゃなくてオーストラリア人です。もし誰かに今日は金曜日ですかと聞かれたとき、こう答えることができます。金曜日じゃないです。土曜日です。金曜日じゃないです。土曜日です。この文章にじゃなくてを使うとどうなりますか？その通り。金曜日じゃなくて土曜日です。金曜日じゃなくて土曜日です。もし誰かにこれは猫ですかと聞かれたとき、こう答えることができます。猫じゃないです。犬です。猫じゃないです。犬です。そうですね。猫じゃなくて犬です。猫じゃなくて犬です。よくできました。まとめると、今日はまず否定文の作り方を勉強しました。A は B ですという文型を否定文にすると、A は B ではありませんになります。これはとてもフォーマルな言い方なので、日常会話では A は B じゃないですということの方が多いです。次に A は B じゃなくて C ですという文型を名詞を使って勉強しました。この文型を使うことで自分の感情や意見をはっきり表現したり、誤解を正したり、正しい情報を伝えたりすることができます。この文型に名詞を当てはめて使うには、間違った情報 B の後にじゃなくてを置き、その後に正しい情報 C を続けます。道元さんの動画では、先生が学生じゃなくて学生ですと言っていました。学生じゃなくて学生です。学生じゃなくて学生です。とても丁寧に言いたい場合は、通常の否定文と同じように、じゃなくてをではなくてに変え、A は B ではなくて C ですとなります。それでは語彙ポイントに移りましょう。今回のレッスンでも語彙を3つ勉強していきます。最初の語彙は先生です。先生。道元さんの動画では先生に遮られる直前に先生と言っています。先生。先生。フィラーであるを使って
声をかけて、次に敬意を表す先生を続けているのです。先生は一般的には生徒などに何かを教える職業や役割を持つ人です。日本で先生は尊敬されており、生徒の成長やスキルアップを手伝う役割として高く評価されてます。例えば、田中先生や鈴木先生のように、先生の前に名前をつけて呼びます。田中先生、田中先生、鈴木先生、鈴木先生。また、先生、質問があります。や、先生、ありがとうございます。のように、先生のみで呼ぶこともあります。先生、質問があります。先生、質問があります。先生、ありがとうございます。先生、ありがとうございます。先生は敬称なので、普通自分のことを一人称で先生とは言いません。そのため、学校で自己紹介をするときは、教師という言葉を使った方が無難です。例えば、日本にいる中学校の英語の先生は、私は英語の教師ですと言います。私は英語の教師です。私は英語の教師です。相手を尊重することは日本語と日本文化の基本です。会話中は気軽に私を先生と呼んでくださいね。二つ目の語彙は皆さんです。皆さん。道元さんの動画で先生はクラスに向かって皆さん、うつって漢字見たことありますかと言っています。皆さん、うつって漢字見たことありますか？皆さん、うつって漢字見たことありますか？皆さんはフォーマルな表現で周りにいる人や全体を指す言葉です。皆さんは2つの言葉でできていて、皆プラスさんになります。皆は周囲の人を表す言葉で、さんは丁寧な敬称です。今回は皆の後についていますが、一般的に名前の後ろにつけ、その人に対し性別関係なく敬意を示すことができます。カジュアルな場面でもフォーマルな場面でも適切なので、人の名前の後にはさんをつけておくのが無難です。他にも人や会社などに対していろいろな敬称があり、それぞれニュアンスが違います。また今後のレッスンで取り上げていきます。それでは皆さんという語彙をどのように使うのか見ていきましょう。例えば講演をする際、まずはじめに皆さんと言うのがいいと思います。また会議の場で皆さんこんにちはと言って話し始めることもできます。意見を聞きたいときには皆さんどう思いますかと聞いてみましょう。皆さんどう思いますか？皆さんどう思いますか？このように皆さんは話し始めに使うことが多いです。皆さんと同じ意味でみんなという言葉があります。みんな、みんな。これはもっとカジュアルな言い方です。フォーマルでない場面では友達や家族に対してみんなを使い、フォーマルな場面では学校や職場の会議、公的なイベントなどで礼儀正しく話す場合に皆さんを使います。皆さん、次に進む準備はできましたか？3つ目は漢字です。漢字。道元さんの動画では先生が
皆さん、打つって漢字見たことありますかと言い、話題を面白い漢字に切り替えています。皆さん、打つって漢字見たことありますか？皆さん、打つって漢字見たことありますか？漢字は日本にある3種類の文字のうちの一つです。日本語にはひらがなとカタカナがそれぞれ50音あり、そして漢字があります。日本人は高校卒業までに2136個の常用漢字を覚えないといけないことを知っていますか？しかも多くの漢字には複数の読み方があるので、文脈から正しい読み方を考えなければなりません。例えば、見て、木だという文の木という漢字。この場合は木と読みます。これは訓読みという読み方です。今日は木曜日ですという文章にも同じ漢字がありますが、この場合は木と読みます。中国語に由来した読み方で音読みという読み方です。漢字には訓読みや音読みがいくつもあることもあります。下のように読み方が10以上もある漢字もあります。日本語の勉強を始めたばかりの頃は混乱するかもしれませんが、一度漢字を覚えてしまえば、テレビで字幕を読むとき、画面上に表示される文字数が少なくなるので、読みやすくなると思いますよ。ところで、漢字は日本語の一部であるのに、なぜ中国の文字と言われることが多いのでしょうか。それは漢字が古代中国で生まれたからです。中国の文化や言語は近隣地域に大きな影響を与え、その結果、日本だけではなく様々な国で漢字が使われるようになりました。そのため、中国の文字は日本語の漢字に似ているものが多いです。また、先ほどお話ししたように、日本の漢字は中国語の発音に由来する読み方を持っているものがたくさんあります。これが日本の漢字が今でも中国の文字と呼ばれる理由です。しかし、日本の漢字は日本独自の発展をしてきました。同じ漢字でも中国語と日本語では発音も意味も異なります。そのため、日本語で漢字が読めても中国語で読んだり理解したりするのは難しいと感じるかもしれません。日本の常用漢字が読めるようになるにはかなりの時間が必要ですが、たくさん練習すれば日本に来た時の生活がとても楽になります。また、漫画を読んだり、バラエティ番組を見たりするのももっと楽しくなるでしょう。それではまとめです。はじめに文法ポイントで学んだのは、学生じゃなくて学生ですというフレーズです。学生じゃなくて学生です。学生じゃなくて学生です。この文型を学ぶために、まず A は B ですの否定文を勉強しました。A は B ですを否定文にすると、A は B ではありませんです。これはとてもフォーマルな言い方なので、日常会話では A は B じゃないですと言います。例えば、学生ですかと聞かれたら、フォーマルな場では、いいえ、学生ではありませんと答えます。それほどフォーマルじゃないけれど、丁寧に答えたい場合は、いいえ、学生じゃないですと言います。いいえ、学生じゃないです。いいえ、学生じゃないです。道元さんの動画では、
発音の間違いを訂正するために、学生じゃなくて学生ですというフレーズを使っていました。これは A は B じゃなくて C ですという文型が使われています。この文型を使うことで自分の感情や意見をはっきり表現したり、誤解を正したり、正しい情報を伝えたりすることができます。この文型の B には間違った情報を入れ、その後にじゃなくてを置き、C に正しい情報を続けます。A はトピックなので、他の文型と同じように A と助詞はを省略することができます。この文型をとても丁寧に言いたい場合は、通常の否定文と同じようにじゃなくてをではなくてに変え、A は B ではなくて C ですにします。次に語彙ポイントについて復習していきましょう。1、先生。動画では生徒が先生と言い、先生に質問しようとしています。先生。先生。先生は一般的には生徒などに何かを教える職業や役割を持つ人で、教師に尊敬の気持ちを示すために使われています。名前の後に先生を言うか、もしくは先生のみで使います。2、皆さん。動画では先生が皆さん、打つって漢字見たことありますかと言っています。皆さん、打つって漢字見たことありますか？皆さん、打つって漢字見たことありますか？皆さんは周りにいる人に丁寧に話しかけるときに使います。もっとカジュアルに言うときは、みんなと言うといいでしょう。3、漢字。動画で先生は生徒にこう聞いています。皆さん、打つって漢字見たことありますか？皆さん、打つって漢字見たことありますか？漢字はひらがな、カタカナとともに日本で使われている文字の一つです。基本的な漢字は何千もありますが、理解するとより日本語が簡単になります。日本をもっと楽しめるように少しずつ覚えてみてくださいね。皆さんお疲れ様でした。レッスンはいかがでしたか？これで初めての動画 Japanese is flat は終わりです。レッスン1から比べるととても上達して大事な文法や言葉も覚えましたね。たくさん復習して学んだことをまとめておけばレッスンで覚えた文法のパターンを活用できるようになると思いますよ。次の動画でも一緒に楽しく日本語を勉強しましょう。それでは次のレッスンでお会いしましょう。バイバイ。